プしたい人はいってらっしゃい。もう何かを通してこの店に出会ってもらって、それをきっかけにもうちょっとでも元気になってくれたらいいなって、みんながお元気でー。おはようございます。もうお並びですか？ああ、ちょっとね、時間もお邪魔してるんで、もう、はい、並んどこうと思って。ちょっとまだまだオープン時間かかって。ああ、いいよ、全然待ってきますんで。お待ちだけお願いします。はい。まあ好きですね。うん。最初はもうなんか、これきついわ、もういらんわと思ってたんですけど、なんかね、中毒なんですよね、二郎はね。これが今完成品の豚骨なんですけど、豚骨に骨粉っていう、まあ、骨のカスとかそんなのがたまるんで、厚みがあるんで甘いやつが多いです。
スープの作り方がうちすっごいシンプルなんで、はい。豚骨スープに背脂と肉突っ込んでおしまいなんで、腕肉とかそういう赤身が多い部位の方が肉のうまみ出るんでね。2010年やったかな、やったと思う、メイビー。確か厳密に言うとうち夢を語れっていうお店があって、でそこからの派生のお店なんで、歴史を刻めっていう。歴史を刻め自体ができたのは多分2010年とかやったんちゃうかなっていう。変わらず藤原大地社長としてみんなのこと支えてくれてるっすね。破天荒、仲間思いっすね。なんせアットホームな職場ですっていうのあるじゃないですか。あれを真剣に目指そうとしてる感じはあるっすね。でそれに惹かれた人間がみんな集まってきてるって感じなんで、僕が中学生の時初めて食ってなんやこれはと知らんラーメン出てきたんでもう二度といかんって思ったのがきっかけだったんですけど、じゃあそれが気づいたらどんどんハマってって、お前らそんなに来んねやったら働いたらって誘われたのがきっかけです。働いたらまかない無料やでって言われて、もう完全にまかないにつられて入ったのがきっかけです。結果的に常連さんが気づいたら働いてるっていうパターンが圧倒的に多いですね。でも美味しいんでね、やっぱついつい行きたくなっちゃいます。二郎を食べた中でも格別に美味しいっていうのはありますね。だからこうやって並んでる人も多いんでしょうし、まあ、僕も好きやから並んでます。店員さんの、愛想がいいのがもう本当にここの一番の特徴じゃないかなって僕は思う。ここはもうすごいぐらい元気。このラーメンを日本中全国に届けて中毒者を増やして人々を元気にするというのが僕らの野望なんで、どうせなら笑って食う飯が一番うまいと思ってるんで僕は。だからみんなには笑っててほしいですじゃあ自分も笑わなあかんので、その建前の笑いじゃなくて。これ油の仕込みは1日どのぐらいされるんですか26キロとか330、40ぐらい。おお。
お肉のまあ端肉っていうんですかね、半日醤油に漬け込んで、その漬け込んだお肉とご飯をあえてそのまま食べてもいいし、スープと一緒に浸してもいいし、なんか生卵と一緒にだから頼んで卵かけご飯風にして最後締めに食ってもいいし、汁なしっていう混ぜそばメニューみたいなのがあるんで、それを食べ終わった後もそこのタレにまあドーンってのせて一緒に締めて食う人とか。これが営業で使ってるスープで、これが完成した豚骨ですね。でこれが今炊いてる最中の豚骨です。こっちの寸胴の液体の油が分離するのを待ってて、これもこのままずっと火入れちゃうと油が美味しくなくなっちゃうんで。シンプルやからこそこういうところを適当にすると一気に味落ちちゃうんで。あとはこれ
豚かすと醤油をこうやって混ぜておにぎりにしています。もう自分の画力しか入ってないです。あ、二階堂シンクって言います。シンクちゃん。シンクちゃんです。オープンの直後から大好きで、はい。店に飾ってたら、まあ、ここにその制作者のサインいただいて、うちが大事な家宝です。なんでもありじゃないですか。一周刻めメタバースで巡る。麺です、これは。すごい。俺分かれてない。次の豚にいいのかな。特に硬かった。えマジでむずいな。頑張ってまう俺。悔しい。作業してたら営業中にしてた清水さんに「おマイクにここ2人ともラーメン?」はい、ラーメンでお願いします。ラーメンでおはい京都チャンプあれ君元気でいいな。置いとくよ。よっぽどが今回全員1名とかだったからだけど15分ぐらいなんか分からんねん。なんかめっちゃいるんですよ。5本中4本ぐらいいるんですよ。じゃあミスター16だ。ミスター16だ。ここで1名さんと使うのちょっともったいないな。ラスターははいどうもはいどうもはいどうもマッシュも足りる。では挨拶訓練いきます。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。またお待ちしてます。はい、グレーキは。はいよ。目入るな。はいよ。目はめるな。はいよ。元気ですか。元気です。元気ですか。元気です。よっしゃいぞ。やりオッケー。はいよ。オープンします。あ、いっぱい人いる。ナイス、頑張ろう。じゃあ前の方からどうぞ。前の方から順番に先ほど食券を時計じゃない。ゼロムスの券が出たまで一回入ってください。お願いします。どうもいらっしゃいませ。どうも。どうも。ありがとうございます。
大変お待たせしました。では、並べた順番で前の方から締める形でお願いします。いいよ。オッケー、ありがとう。食券も助かります。ありがとうございます。鉄の面、次回面できてるわ。オッケー、ありがとう。一丁かな。一丁並み。どっちかというと甘いんで。背脂の甘みであったり豚の旨みであったりとかそういうので食わすラーメンなんで、正当に美味しい豚骨醤油というかそんな塩味がバチバチに効いててとかそういうのじゃなくてどっちかというと旨味で食わすタイプのラーメンを作ってると自分で思ってるんで、そういうシンプルだからこその美味しさみたいなのってあると思うんでそういうのは結構美味しいで感じれるんちゃうかな。おか3343で。はいよ白だし3で。オッケー。冷凍ラーメン。20人前後やったらそうですね、お兄さんからですね、一番奥のお兄様なんですけども、今お作りしているラーメンの次に麺を入れて作るので、タイムスープで回ってきます。いいよ。次のと冷凍ラーメン一緒ある。では。2丁オッケー。兄さんがね、どうぞいらっしゃいませ。じゃあお待たせしました。ラーメンニンニク入れますか。野菜ちょい増しで、はいあと全部増しで。はいよ購入説明が出来上がりでございます。はいよ野菜はちょい増しで熱いんで気をつけて。はい。あ、お兄さんチーズ。チンしすぎると爆発しちゃうんで、爆発するぐらいでお願いしますね。お願いします。油もどうぞ。はい。小三大三22254。オッケー。ちょっとこう。豚さん。うまかった。はいよはいよ油増し増し。後藤さん。ありがとうございます。量とか大丈夫ですか。足りました。もう最高でしたね。よかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではお兄さんありがとうございます。あ、どうも。お腹が空いた時またお会いしましょう。気をつけて。はい、ありがとうございます。お元気で。また待ってます。ではでは。じゃあ大の豚ラーメンニンニク入れますか。普通で、はい。油増し増しで。はいよはい、お待たせです。どうぞ。油です。ではお兄さんもう少々お待ちを。ニンニク入れますか。ニンニク少し
し野菜増し油増し増しで。はいよ。はい、お待たせです。どうぞ。お、早い、ありがとうございます。ナイス完食。お気をつけて。お元気で。待ってますね。400の、油増し増しです。美味しかったです。店員さんのキャラも濃いですけど、味も濃いんで、もうどんどん入っていきます。何名様ですか。1名様、OK です。何グラムで300で受け止まりました。ありがとうございます。もう少々お願いいただきます。オッケー。トッピング OK。 オッケー。どうぞいらっしゃいませ。先頭が2名様。では、おみさん、もう少々お待ちを。ご少々お時間いただきます。お待ちください。もう一度お待ちを。ジョニーさんです。どうぞいらっしゃいませ。よっしゃ、次回麺 OK。はいよ。席はなしでもう一度大ラーメンに握れますか。電子機の横に電子レンジございます。2、30秒ほど温めていただきますので、よかったらお願いしますね。トッピング OK。はいよ。セル説明が OK でございます。止め順番。はいよ。ラストチーズです。マスクチーズ。レクルしっかりありがとう。いいえ。お兄さんもお気をつけて、またお待ちしてます。ありがとうございます。お元気でー。はいよ、お待たせです。どうぞ。それでお作りしてます。ニンニク入れますか。野菜増しの後で増し増しで、はいよ。特別皿でお願いします。はいよ。いいよ。どうぞいらっしゃいませ。おみさんもありがとうございます。カウンターまでピッカピカに助かります。ありがとうございます。でチーズ入りニンニク入れますか。はい。はいよ。いいよ。チーズ。じゃあ、先頭1名様。いい。おります。はい、お待たせです。どうぞ。あ、気をつけて。油も別にできますね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後ね、そのおしぼりさんだけ券売機の横に青いカゴがあるので、仕上げお願いします。申し訳ない。助かります。助かります。ありがとうございます。またお待ちしてますね。お気をつけて。お元気で先に聞いたお兄さんのお席はこちらのお席です。で、お兄さんがこちらのお席でお願いします。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。では、先に聞いたお兄さんのお願いしますね。撮ってたんですけれども、オッケー。食券買い切り 1.8 分ぐらいですね、今。案内の1.8分ぐらいのお客様がお待ちです。いいよ。はいよ。 1杯目シングル、2杯目ダブル。何が。大の豚ラーメンの種類は新肉入れますか。ニンニク増しのはい。油増し増し、ラーメン増しで。はいよー。どうぞどうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。最後カウンターも綺麗に。ありがとうございます。チーズ麺の間の油増しをして辛めをます。ノリノリ店長。いや、お疲れ様です。ではラーメンの時にニンニク入れますか。
はい。油麺いってらっしゃい、どうぞ。はい。野菜増しでお願いします。はいよ。はいよ。はい。ではしょ。油ぶっからっていきますね。はい。はいよ、いってらっしゃい。めっちゃ美味しかったです。マジで美味しかったです。初めて来たんですよ。初めて来ました。あ、初めてなんですか。初めて来たんですけど埼玉から来てて。埼玉から。はい。で今日やっと来れて初めて食べたんですけど、過去一美味しかったです。過去一。かっこいい、うまかったです。マジですか。はい結構二郎とかも埼玉の方でよく行くんですけど、はいやっぱなんか本店は全然味が違うなっていう思いました。味の濃さみたいなのがはいめっちゃちょうどいいっていうか、バランスみたいなのがめっちゃうまいな。豚ラーメンのチーズ入りニンニク入れますか。お願いします。はいで。あとは普通でいいですか。はいよ。はいよ、豚ラーメンでお作りしてます。熱いんで気をつけてどうぞ。で、汁なしのチーズ入りニンニク入れますか。ありがとうございます。おお、ソーリーソーリー。はいよ、ラーメンチキン。少なめで汁なしのチーズ入り。ありがとう。どうもありがとうございます。はいよ。はいよ。おお。あ、チーズ麺間に挟んでます。お疲れ様です。ありがとうございます。ではお二方、今日も最後の一日にしてください。お気をつけて。お元気で。やってます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでやっと来れた。まあ噂はかねがね聞いてたので、いやー美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいですね。麺が本当にうまいし、スープもあっさりしてて、すごい美味しかった。多分次来れるのがまた多分9月頃だと思うんで、ちょっとそれまで待ち遠しく、はい、楽しみにまた東京で頑張ろうと思います。おーす、毎度ニンニク入れますか。全部をせっかくのチャンスだ、本気を出して俺を楽しませてくれてお願いします。オッケー。オッケー。オッケー。次多分ご飯。それはもう楽しませなきゃね。おー、スープ浸りたいわ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。うっ、油置いてます。いってらっしゃい。了解。いらっしゃいませ。どうぞ。雰囲気が一番の目的みたいなところあるんで、まあ、BGM だったりとか、なんか店員さんのテンションの感じとかがちょうどいい感じのアニクラ感もありつつみたいな、なんかいろんなところでオリジナルのコールっていうのを見たりしてて、あ、じゃあ自分が好きなゲームのセリフ言おうってなって、まあ、今日も言った3回目にしてすでに顔は覚えられてるみたいなんで、いつもって言ってくれてるんだっていう、そういう嬉しさもあって、麺入ります。オッケー。じゃあそちらに取ってきます。
でもそれ俺やったら当ててんねんな。当たったと思うやん。豚揚げの準備お願い。はーい。いいもんよ。麺あります。いいよ。オーラーメン22、150、500。はいよ。俺が豚入れたの何本じゃあ10の石屋でお願いします。はいよ、お待たせです。いってらっしゃい。どうぞ。油別皿でいきます。はいよ、油増ししてどうぞ。じゃあね。最後にタッパーをはい、いただきます。美味しい。店長もなスープ飲む瞬間のこのボーって感じがなんかわかるよな。なんか飲むのよ。ご飯使いたいな牛丼ぐらいするまあオリジナルコールとかそういうのも、まあこれはうちの歴史を刻めの系列でまあ取り組んでる。笑ってほしいとか、お腹いっぱい食べてほしいとか、なんかそういう風なのもいっぱいやってるんで、マシマシよりいっぱい食いたいからなんかオリジナルで言ってこいっていう。そう、もう大喜利なんでもいいんですよ、ほんまにネタは。別にアニメのネタとかでもいいし、自分がこれ好きとかでもいいし、もう何でもいいんですよ。そういう絡みがあると僕らも楽しいし嬉しいし、まあ、笑ってほしいで、俺もそれらで笑いたいっていうので始まったのがきっかけで、まあ今お客さんとかでも言ってくれたりとか、そういうのがあるって感じですね。特によくする話で、作業はついでだと。スタッフの一番の仕事は接客であり挨拶接客を本気でやるために作業をどう効率化するかって考えろよっていう。いくら仕事が早くてもお客さんの方を向いて挨拶できてなかったらそこは怒るし、逆に作業がどんだけグズグズでも挨拶とか接客だけきっちりできてたら僕はもうそれでいいと思ってるんですよ。今の接客っていうのも歴史を刻めの、もともと今社長をやってる人の藤原大地っていう人の接客スタイルがもうそういう元気いっぱいな接客で、それにすごい感動を受けたっていうのもあって、ラーメンが好きな人じゃなくても、まあこういうアニメが好きだからとか、この店に飾ってる作品が好きだからとか、何でもいいと思うんですよ。もう何かを通してこの店に出会ってもらって、それをきっかけにもうちょっとでも元気になってくれたらいいなって、みんながやっぱ元気ってやっぱ全てに通じると思うんで、食ったことでスキップして帰ってほしいなっていう。じゃあお邪魔しました。ありがとうございます。ほんまにこんなんでええんかな。ええでしょ。ええんか。まあこんなもんか俺。お元気で。お元気で。お元気で。
名様どうぞ。いらっしゃいませ。これ1名様、お次1名様、1名様どうぞ。ビール1本。チャーシューね。ああ、うちの若い子でもテレビ見いひんとかやもんな。ボケてたら言うて。もう飛んでる。
あ、もう危ないね、危ないね、ほんまに。それで蓋あかんね。これ餃子も大きい。
卵1ケースね。ごめんな、まかないやで。今使うのもこれあれ
から当然なの。もう覚えとかなあかんわじゃあ。また SSK さんが来ます。 SSK さんが開くんやったらな。
せえへんねんけど、肉屋とかじゃみたいな感じがせえへんねん。評価っていうランチタイムとかお客さんの並び具合ってどんな感じなんですか？昨日で200人ぐらい来てるんじゃう？平日はそんなことないです。もう今日なんかもう月曜日の土平日だから。いつもまかない食べるのはこの時間なんですか？まあ朝飯やな俺らの、2時半にもう1回昼飯。この前のテレビそうやし、浜来る時いつもなんか来てんな。どうしてもこれを食べて帰るってもうよく知ってるから、大阪帰ったらもうまずこれ。私が20代の頃からもうずっとこの近辺の会社だったから、お昼はもうここ、もう夜残業の前もここ。藤原様どうぞお入りください。2名様どうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。お一人でーす。はいどうぞ。お二人でこちらで。あ、一人こちら。あげとけ。ボールもらう。お一人でーす。どうぞ。あ、うま。来た甲斐がありましたか。はいはいはい。春巻きがまた美味しいんです。A さんと10番、じゃあちょっと出すな。10番。はい、ネギセット。はいよ。焼きそば2つ。焼きそばスープだ。いいじゃない、焼きそばスープ。チーヤで。これ行くまで待ってもらってくれ。何人やろ。ちょっと待って、本当。これ、イガマチです。OK です。
どうぞ。あゆみさんとどうぞ。結構来るんですか、こちらの店。初めて一度来たいなと思ってたんで。お味いかがですか。これ食べたら午後からも頑張れるというか。パワーアップで。戻って向こう。いっぱいご飯上がっていけるから。はいよ。サラモン定食いな。そこまでか。サラダ全部定食か。これご飯とって。3枚です。定食サラダ定食のご飯はまず F の奥と F 左手前。最後 B の左お願いします。バカだ。これ出しとけ。ビールです。1枚行こう。F の奥に2枚、E の手前。いいの手前に1枚。F の奥だけいって。あと1。おっしゃ3人呼んで。サービスランチか皿うどん定食。うまい。最高。エビはプリプリ。酢豚最高。朝ごめん行くよ。ランチね。手前が焼きそばスープです。
ネギセット以外。焼きそばいが。もう一回取ったらすぐあげるから。大事買っといて。どんぶりも売ってるから。2枚ね。51万です。どんぶりスープもいとってなくたってな。はい。F の左奥させる。丼がその後日替わりのご飯3枚取って。先ネギって、ほんでネギって、F、右。下に落ちていけ。そういうのだし。玉の F に。焼き飯を追っかけるから俺。はい、ネギセットいきます。ネギセットどこ？はいよ。前からごっちょいときます。結構来られるんですか、こちら。結構2回ぐらい、週1ぐらいかな。俺もお店のことを考えて、ランチメニュー、渡るようにしてます。このお店の魅力ってどういうとこですか。早い。
ないし、こうなんかお店の一体感みたいな感じで、みんなこう席を譲り合って食べたらすぐ出ていくみたいな。日替わりルアンがセットと一緒で日替わり4枚やね。何時が次もセットであげますね。セットでやんね。どうか。うん、ちょっとだけ待ってな。で、最後またありやん。いくよどうもごちそうさま、ありがとうございました。またね。ありがとうございます。ありがとうございました。ビール1本プラス1個。ワンタン麺です。はい。おぎー。はい、おぎーよー。おきにー。はい、行きますよ。
あ、お前もシャク作ったもん。全部入れとけ。20席ぐらいあったんかな。20席ぐらいあって、ほんでもう一人でやるようになってから改装して、その時でだいたい20席から15席ぐらいかな。で今これもう完全にもう一人でやっていくって決めてるんで、もうまだこれ最近改装して12席、だんだんね縮小になってきてんねんけども、まあおかげさんでお客さん変わらず減らんとね来てくれてます。
き飯の肌は全部ね焼き飯に。特注が、ガスではないんですよ。これ灯油で炊いてるんです。だからバーナーでこれは多分あんまり見たことないんちゃいます？結構珍しいもんなんですか？珍しいというか、第一朝日の系統はみんなこれってことやもんね。でうちのラーメンは濁らしたらあかんからね、もう箸でこう常にこう操作。その理想的な麺みたいなのってあるんですか？その自分の思う膨らみとで湯がきの速さ、時間もう遅かったら回転悪くなるし、お客さん待たせるし、で膨らまへんかったらで細麺のままで上がってしまうからまた食感が違うでしょ。そこのところはやっぱりね、自然のこともあるから、そう言うてた湿気とかそんなこともある、温度とかもあるから結構難しいんやけどね。
何回も考えてんねんよ。何回も人入れようかって考えてんねんけど、やっぱり今のこんなん言うたらおかしいけども、やっぱり若い子が長続きさやへんいうことでね、来てもらうわやめるわ来てもらうわやめるわやったらまだ昔と同じことやから、もうそれやったら一人しんどい目したらええわ思ってね、今一人で頑張ってるから、もう一発勝負したいんやけど、やっぱりねなかなか本切りがつかんね。そうそうそう、もう大体お客さん何食べるかっていうのを把握してるんで。ちなみに先ほどのいつものお客様は何をご注文されますか？ラーメンセットの、ネギのトッピングですね。何で？はい。
よ。お店よく来られるんですか？月2、3回は。なんかお味いかがでしたか？でも最高です。ラーメンセットで飯何にしてもらいますか？こう手で温度をさっき測られてましたね。こう麺の硬さ。硬さですね。硬さ。硬さ。手でわかるんです。手でわかるんです。これね、つまむとね、麺に線が出てきるんですよ。その線が太いとまだダメなんですね。細くなってきたとぐらいが揚げ時なんで。ありがとう。ありがとう。ワンオペやから料理作ってすぐ持ってって帰ってきて洗ってわかるかな。ちょっと線が出てます。真ん中に、これちょっとまだ硬いから。お味いかが？いや、美味しいですよ。はい。第一朝日の味やな。一人でワンオペでやりだしてからね、14キロ痩せてるんですよ。14キロですか。これだけやっぱ大変ってことですね。大変やね。ありがとう。
ちらのために聞いたりはします。結構たくさんお肉入ってますよね。そうです、5枚に入ってます、ね、5枚厚切りの肉ね、どっちもチャーシュー5枚入るんですね。サービスしすぎですよね。本当ですよもうよくお店来られてるんですか？僕は週1か2週間に1回ぐらいです。あ、もうそれでもいつものっていう感じで。そうですねお味いかがですか？とても美味しいですよめっちゃ緊張するわ
ラーメンセット2つ。はいよ。何と何で迷ってはったんですか？デラックス。デラックスと。いいよ。お味の方いかがですか？安定的に美味しいです。安定的に。
県南部は晴れのち雨で。味の方いかがですか？美味しいですね。一時週に3回ぐらい来てましたんで。いつもまだ結構書いたりしてあるにも必ずもう言わなくてもやってくれるんで。来たらやってくれるんで。これはその、焼き飯セットだと両方少々なんですよ。で前までこれ普通だったんですけど、20キロぐらい取っちゃって。ちっちゃいにしようと思って。お味の方美味しいです。まだ2回目なんであれなんですけど、やっぱり美味しいな。チャーハンも美味しいですし、ラーメンも絶妙に美味しいです。こちらの飯は小。はい。これはそら痩せますね。痩せます。めっちゃ暑いですもんね、今日。結構よく来られるお店なんですかね。たまにな。なんか醤油ラーメンみたいなのあった時に、お味ももう気に入られて、まあ飯と合うかな。ありがとう。一番こうお客さん入ったなっていう日で何人ぐらいが最高なんですか？この6年で。はい。6年でまあオープン当初だったらそれはもう200人近く来てた時もあったし、でやっぱり一人でやり始めてからやっぱりキャパいうもんあるからね、やっぱり最後60ぐらいかな。スープの限界とか、で麺の数も大体もう60って決めてるから、それ以上行ってしまうともう店閉めますよみたいな。もう俺の体がね、もうそれが限度やからでスープも限度やしね、もうそれから10時半からコンスタントに入ってくれたら1時には完売してます。おいくつなんですか？俺、年、54。まだまだもうええ年いってるよ。もうええ年いってるよ。だけどね、みんな来てくれてくれはるからね、頑張らんとね。
回結構量あったと思うんですけど。結構世間の台よりはちょっとボリュームあると思いますよ。はい。味も結構気に入られてる感じ。そうですね。まずかったら食わないです。そうです。ありがとう。今日も一日ありがとう。満タンにしとかんとね、釜が焼けてるから釜が穴開くから、で水満タンに運ぶ。じゃありがとうございました。ありがとう。おおきに。